こんにちは、村久保です。今回の動画では、私の GR スープラでのサーキット初走行の様子をお届けします。スープラのサーキット初走行に加えて、サーキット初心者向けの準備物なども合わせてお届けします。それではご覧ください。それでは走行の様子をご覧ください。今回走行するサーキットは、愛知県の知多半島にある美浜サーキットになります。サーキット走行の1周目は、コースの左端をゆっくり周回していきます。いきなり全開走行はせずに、まずは完熟走行を実施します。美浜サーキットは、こちらの図に示している通り、長めのストレートはなく、180度ターンのコーナーが複数あるなど、どちらかというとテクニカルなコースであり、スープラ、特に RZ 向きのサーキットではないかもしれません。今回、会社の同僚の方にお誘いいただき、参加の運びとなったのですが、1コーナーで〇〇さんが突っ込んだなど、いろいろと恐怖エピソードを伺い、なかなか緊張した状態で臨んでおりました。ちなみに、私のスープラの運動性能に影響する関連のカスタム事情としては、こちらの動画で紹介している通り、フロントにブレースを追加したことと、トランクスポイラーを追加したこと、そして、どちらかというとマイナス要因かもしれませんが、ディクセルのブレーキパッドへ交換していることです。私が交換したブレーキパッドは低ブレーキダスト仕様のため、あまりサーキット走行を想定されておらず、ブレーキの利き代にも注意しつつ走行する必要がありました。これで1周目が終了し、皆さんどんどんペースを上げていきます。私はマイペースで頑張りつつ楽しみます。まずはメインストレートから第1コーナー。ここが一番怖いですね。短いストレートながら110キロオーバーで突っ込むと膨らんでしまい、エスケープゾーンもほぼないので、ブレーキ気味すると即アウトです。私は結構マージン取ってしまっており、もっと攻めれるよと言われました。そこから若干登ってすぐに180度ターンとなり、非常に忙しいです。その後の R が大きなコーナーでは若干待ちの状態となり、アクセルを車の姿勢が正面に向くまで我慢となります。この後若干のストレートがあり、車体が正面を向くとアクセル展開。このストレートでも110キロオーバーくらいは出ます。ここからまたフルブレーキング後180度ターン。この後は180度ターンが連続する区間となり、他の車がスケールボンを鳴らしながら駆け抜けていきますが、私は鳴らせず、もっと攻めれるよと言われました。この時の私はビビってトラクションコントロールをオンにした状態で走っていたっていうのも原因かと思いますが、そこまではいきなりいけなかったですね。これで改めて1周終了です。ここからは今回私がサーキット走行を初体験するにあたり、教わったサーキット走行初心者向けの準備物や手順を紹介していきます。今回いろいろと忘れ物も多かったので、サーキット経験者の方に手厚く介護いただく形となりましたので、皆様の参考となれば幸いです。また不足もあるかと思いますので、コメント欄にて補足のほどよろしくお願いいたします。まずは服装についてです。サーキット走行時の服装としてはご覧の通りであり、長袖、長ズボンにヘルメット、グローブが必要となります。長袖長ズボンに関しては、自分が動きやすいと感じる服装であれば特に問題ないかと思います。ヘルメットとグローブは必須であり、私はマイヘルメットを持っていなかったのでレンタルしました。グローブに関しては普段使いしている手袋をそのまま使いましたが、表面にグリップ素材が使われているわけでもなく、非常に滑りやすかったので、ありものの中でもグリップしやすいものを選んでいただけると良いかと思います。私も次回参加の際はグローブだけは少なくともこだわろうかと思いました。続いて準備物についてです。準備物に関してはご覧の通りであり、トルクレンチとタイヤの空気圧計になります。こちらはサーキットによってレンタル可能かもしれません。スープラは空気圧センサーがついているので、私は持参しませんでしたが、トルクレンチに関しては忘れました。また逆にサーキット走行中に車の中に物が散乱していると車内で動き回り、非常に危険であるため、車内をなるべく空っぽにする必要があります。私もこの日は先生道具などを置いてきて、車内には必要最低限のものしかない状態にしておきました。続いて準備物に関連してくることですが、サーキット走行前の実施事項についてです。サーキット走行実施前にはまずタイヤ、ホイールの状態のチェックを実施する必要があります。まずはホイールのトルクチェックです。こちらに関しては走行前に規定のトルクがきちんとかかっているかをチェックすることが必要です。サーキット走行のような激しい走行をする前に何らかの要因でホイールが緩んでいた場合、脱輪の可能性があり、
非常に危険であり、そのリスクを避けるために重要となります。もう一つがタイヤの空気圧のチェックです。こちらに関してはアンクルオームの確認という安全の側面と、タイヤの空気圧をタイムアタックに適正な値に変えるための2つの側面があります。スープラの場合は空気圧センサーがついているため実施しなかったのと、そもそもその領域まで至れていないので、まだまだ精進が必要です。タイヤのグリップ感とか全然つかめてないですね。最後の実施項目がドライビングポジションの再調整です。サーキット走行中にはヘルメットをかぶるためにドライビングポジションの再調整が必要です。画像のようにヘルメットをかぶるとヘッドレストと後頭部の間にヘルメットの厚み分のスペースが必要となり、普段はヘッドレストに頭をつけている状態から若干前かがみの状態となるため、背もたれの角度の調整などが必要となり、普段通り違和感なく運転するために重要となります。最後にサーキット走行中のマナーについてです。サーキット上では様々な車が走行しており、速度域も様々です。そのため速い車が迫ってきた際には左ウインカーを出してコースの左に寄り、進路を譲ることでお互いに気持ちよく走行することができるため、この譲り合いが必要です。ちなみに私は車が迫っていることに気づかずにいてしまい、攻めてなかったから渋滞を起こしたよと指摘されてしまいました。精進しようかと思います。以上、サーキット初心者の方向けの準備事項などになります。参考となれば幸いです。この後、せっかくなのでこの日の私のベストラップ時の走行の様子をお届けします。走りでラップタイムは55秒でした。一緒に参加されていたスイスポの方が50秒、GR ヤリスの方が47秒だったとのことで、初心者にしては頑張った方かなという感想です。それよりも無事走り切れたことと何より楽しむことができました。ただこの日は1クール20分を2本走ったのですが、さすがに疲れましたね。まだまだスープラに振り回されっぱなしだったように思います。スープラのサーキット走行の感想としては、とにかくよく曲がる車だということが分かりました。この回答性の良さは公道では体感することができませんでした。ブレーキング後の180度ターン時にハンドルを思い切り切ってもスッとノーズはコーナーの先に入っていき、非常に運転しやすく安心感もありました。ビビってしまい最終的にトラクションコントロールはオンのままで走り切ってしまいましたが、オフにしてもガンガン攻めていっても問題ないように感じました。懸念していたディクセルのブレーキもなんとか持ってくれていましたので、余計にそう感じたのかもしれません。若干フロントヘビーの RZ グレードで回答性の良さを非常に感じたので、SZ や SZR のようなよりフロントの軽いグレードの方がよりその印象を抱くかもしれません。何にせよスープラの走りのポテンシャルの高さを改めて垣間見ることができましたので、非常に有意義でした。ちなみにこちらがサーキット走行終了時のスープラのタイヤの様子です。結構ゴムが溶けているのがお分かりになるかと思います。私の運転のレベルでも車両には結構な負担がかかっていたんだなということがわかります。ちなみにこのタイヤを見てまだ攻めれるねと言われました。
精進しようかと思います。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。